包丁職人のパーカーくんです。皆さんは SLD マジックという鋼材をご存知でしょうか。金型鋼で有名な日立の SLD の改良鋼のようですが、含まれている成分が非公開のため、包丁にした時にどんな感じになるのか全てが謎の鋼材です。今回はそんな謎の鋼材 SLD マジックを使って柳 300mm を作っていきたいと思います。ここで鋼材の雑学。販売されている鋼材は表面処理がされているものとされていないものが売っています。処理されているものは平面精度がありシルバーに見えます。処理されていないものは黒皮がついていて平面精度はありませんが、錆が入りにくく長期保存に向いていると言えます。値段も違って処理されているものの方が高いです。鋼材に包丁の形を写し取ります。使う鋼材は表面が処理された平面研磨済みのものを使います。余分な部分をざっくり切り取ったので、外周をベルトサンダーで整えます。外形は完成まで変わらないので、ここできっちり形を決めて整えておきます。この後熱処理しますが、熱処理後は高度が上がり硬くなるので、熱処理した時よりする前の方が削れやすく加工がしやすいです。よくコメントで熱処理前になぜ外形だけでなく包丁の形にしてから熱処理しないのかと質問をもらいます。和包丁は左右非対称の形状なので、熱処理すると高確率で曲がってしまいます。薄くすればするほど熱処理の時に曲がりやすくなります。曲がった場合に次のようなことになります。タガネを入れて曲がりを取る、タガネ跡やその傷を消す、厚みを減らすため薄くなっていく、薄くなると当初の寸法を切る。なので僕は熱処理前は外周しか削りません。外周が終わりました。中子に熱処理の時に吊るすための穴を開けていきます。これから熱処理に出します。熱処理から帰ってきました。ビッカースで 810、HR 換算だと64ちょっとです。この鋼材の通常高度は HRC60 から62程度ですが、どこまで高度が上がるのかの検証も含めているため、ちょっと高めの高度になるように熱処理を依頼しました。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁の裏面は歪みが少ないほど裏押しのラインが一定で綺麗に出ます。裏押しのラインがガタガタだと砥石に当たらない部分ができて刃がつかないなどデメリットがいろいろと生じます。裏面ができました。60番のベルトでキラと切れ刃を作っていきます。切れ刃は刃がある角度のついた面の部分で、キラは刃がついていない背側の部分です。切れ刃とキラも歪みが少ない方が真ん中の忍びのラインがきれいに整うのと、切れ刃のコバに凹凸がなくなり、切れ刃面が歪んで凹凸ができるとコバが砥石に当たらなくなる部分ができます。当たるまで研がなければいけなくなり、包丁の寿命が縮むのと、当たらない部分だけを研ぎ続けた場合、一部だけへこんでしまい、食材が切りにくくなってしまったりと多くのデメリットが生じます。
荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。120番は研磨力があるので形が崩れないように慎重に削っていきます。いなくなっている時は包丁を冷やしています。熱をかけすぎると高度が下がってしまうため、高度が下がらないようにこまめに冷やしています。240番で120番の傷を消します。この鋼材は一般的なステンレス鋼材と削りやすさはさほど変わりはありませんが、なぜか傷が少し消しにくいです。その代わり粘ってベタつく感じが少ないです。削るのと磨くのは同じに思われがちですが、削れ具合が普通でも番手が高くなるほど傷が消しにくくなる場合があり、傷が消しにくいと表面などの磨き作業に時間がかかります。400番で240番の傷を消します。地味な作業が続いていますが、一気に番手を飛ばして傷を消そうとすると傷が消しにくかったり表面がボコボコしたりします。余計に時間もかかるので段階を経て徐々に傷を消していくのが結局一番早かったりします。600番で400番の傷を消します。この鋼材は何分か水につけっぱなしにすると錆が出始めます。鋼ほど錆びやすくはありませんが、一般的なステンレスほど耐食性はないですね。クロムの含有量が錆びにくさに影響していますが、成分が非公開の鋼材は含まれている元素の数値がわからないので、錆びにくさなどの性能は作ってみないとわかりません。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の時が終わりました。包丁の歪みを見るときは照明を使うと分かりやすいです。たまに動画で鋼材目の話をしますが、この鋼材はとてもよく見えたので撮ってみました。研磨の傷に見えますが、研磨目は斜めに入れているのと前の番手の目はしっかり消えているため、横傷に見えるのは鋼材目になります。ここまではっきり見えると表面にした時にあまり綺麗にならない傾向があるので、正直完成した時の見た目が心配です。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は指を乗せた時に痛くないように角を取りながら形が崩れないように磨きます。
顎も指をかけた時に痛くないように丁寧に角を丸めながら磨きます。ここから手で磨いていきます。研磨補助剤を使いながら磨き棒に耐水ペーパーの1000番と2000番を巻いて磨きます。この鋼材は一般的なステンレス鋼材と比べると磨きにくいです。磨きにくい鋼材は刃持ちがいい傾向があります。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作ります。今回は黒い樹脂と黒炭を使った絵を作ります。絵に真鍮と金属を入れていきます。材料をカットしていきます。カットした材料の形を整えます。フライス板を使って材料を必要なサイズに加工します。包丁を刺す穴を開けていきます。
材料が揃ったので接着します。固まったので四角に成形します。今回は金属部分が多いので削ったり磨いたりに時間がかかります。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。木材の収縮防止剤を塗ります。この収縮防止剤はお椀などの食器にも使われている安全なものです。収縮防止剤が乾燥しました。400番で220番の傷を消していきます。今回使っている真鍮は鉛の含まれていない種類を使っています。真鍮は鉛が含まれているものもあります。あとは同じ作業なのでパフ終わりまでジャンプ。パフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは合成塗料です。砥石は面直し済みです。砥石は使った後に面直しをしても時間を空けて使う時にまっすぐとは限りません。濡れた後乾燥すると砥石の真ん中がへこんだり反ったりすることがあるので、使う時にもう一度面直しした方が包丁に余計な傷が入りにくくなります。あと砥石が曲がっていると刃先が丸くなって刃がつきにくくなります。5000番の砥石で研いでいきます。表面の刃を細かくしていきます。SLD マジックはまあまあ研ぎにくいですね。8000番の砥石で仕上げます。まずは面直しをしていきます。ステーキの焼き目みたいな模様を描いて全て消えたら平らになった証拠です。
刃付けが終わりました。完成しました。今回は SLD マジックを使って鏡面仕上げの柳を作りました。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。傷やホコリに見えるのは鋼材目です。 SLD マジックは鋼材目が多くて鏡面向きではない気がします。今回は高度優先の焼き入れをしたので余計に鋼材目が出ている可能性があります。どんなに磨いても中から出てくるので消し切ることができないです。こういった鋼材目が多い鋼材はエアラインや木戸仕上げが鋼材目が見えないので表面にするよりも綺麗な見た目に仕上がります。峰と顎も鏡面仕上げです。黒炭を主体に上下に黒い樹脂、真鍮と金属を3本入れてみました。これだけ金属を入れるとちょっと重たいです。真鍮部分は作ったばっかりなのでピカピカですが、時間が経つと色味が変わって変化を楽しむことができます。試し切りをしていきます。単純に切れ味はいいですね。食いつきはあるけどそこそこ滑らかで独特な感じがします。個人的には D2 より切れ味は鋭いと思います。今回の試し切りくらいでは切れ味の低下は感じられなかったので刃持ちは良さそうです。使用時はこまめに水気を拭き取れば鋼みたいにすぐ錆びが出てくることはありませんでした。 D2 や D3 など近い鋼材で作った包丁も動画にしているのでよかったらそちらも見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。
カリフラワーを消費するのに4日かかりました。でかすぎて草。